オランダで、私はある場所に足を踏み入れた。二度と戻りたくない。あの地下室に、アムステルダムの運河沿いで、復元工事が進んでいた。作業員たちが石畳の下を掘り進めると、中世の地下牢が姿を現したのだ。誰も知らなかった。何百年もの間、水と泥の下に眠っていたその空間が、まだ息をしていたことを、私はカメラを手に、その場所へ降りていった。石の壁は湿っていた。冷たい空気が肺の奥まで入り込んできた。懐中電灯の光を壁に当てた瞬間、私は息を飲んだ。無数の手形が石に刻まれていた。ひっかいた後、押し付けた後、まるで昨日刻まれたかのように、生々しく残っていた。これは処刑を待った人たちの痕跡だった。何百年も前に、ここで命を終えた人たちが、壁に残した最後の叫びだった。その瞬間だった。背後から、声がした。名前を呼ばれたような、そんな気がした。いや、確かに聞こえた。低く、かすれた声で、私の名前が、振り返っても、誰もいなかった。ただ、暗闇だけがあった。撮影を終えて地上に戻り、映像を確認した。画面の端に、何かが映り込んでいた。指だった。細く長い指が、フレームの隅をゆっくりと張っていた。消そうとした。カメラを操作しようとした瞬間、画面が真っ黒になった。そして、二度と起動しなかった。あれから、私の日常は少しずつ変わっていった。私は、映像クリエイターだ。旅先で見つけた歴史的な場所を撮影し、その記録をまとめることを生業としている。派手な仕事ではない。けれど、私はこの仕事が好きだった。あの日、私はオランダのアムステルダムにいた。2026年の春、3月の終わり頃だった。運河沿いの街は、どこまでも美しかった。柔らかな光が水面に揺れ、石畳の道には観光客たちの笑い声が溢れていた。その日の朝、私はホテルで簡単な朝食を済ませた。コーヒーを一杯飲んで、カメラの電池を確認した。何もかもが、いつも通りだった。その日の撮影予定は、運河沿いの修復工事現場だった。中世の建造物が数多く眠るこの町では、工事のたびに歴史的な遺構が発見される。その一つを記録するため、私は現地の担当者と連絡を取っていた。工事現場に着いたのは、午前10時過ぎだった。担当者が出迎えてくれた。彼は少し言いにくそうに、こう言った。地下に降りる前に、一つだけ覚えておいてほしいことがある。私は軽く笑って、大丈夫ですよ、と答えた。まさかその言葉の意味を、後でこれほど深く考えることになるとは思いもしなかった。地下への入り口は、運河の石壁の内側にあった。重い鉄器を開けると、冷たい空気が一気に押し寄せてきた。カビと土と、何か古いものの匂いが混じっていた。私はカメラを構えた。録画ボタンを押した。そして、一段一段、階段を振り始めた。その瞬間まで、私は何も感じていなかった。ただの撮影だと、思っていた。しかし、地下室の奥に進むにつれて、空気が変わっていった。音が消えた。外の工事の音も、風の音も、何もかもが遠ざかっていった。あの石壁を見るまでは、最初に気づいたのは、音だった。いや、正確に言えば、音が消えたことだった。階段を数段降りただけで、外の工事の音が、まるで壁で遮られたかのようにピタリと止んだ。不自然なほどの静けさだった。地下室特有の静寂とは違う。何かが、音を吸い込んでいるような感覚だった。次に気づいたのは、温度だった。地下は涼しいものだと思っていた。しかし、これは涼しいというレベルではなかった。骨の芯まで刺さるような冷気だった。真夏の地上から降りてきたとは思えないほど、空気が重く、冷たく、まるで生きているかのように肌に張り付いてきた。そして、匂いがした。カビと土の匂いは最初から感じていた。しかし、奥へ進むにつれて、別の匂いが混じってきた。うまく言葉にできない、鉄のような、古い布のような、あるいは長い間閉じ込められた何かのような、そんな匂いだった。私は思わず口元を手で覆った。それでも、私は止まらなかった。これは建物が古いからだ。地下だから湿気がひどいだけだ。自分にそう言い聞かせながら、カメラを前に向け続けた。しかし、心のどこかが、引き返せと叫んでいた。足が、わずかに重くなっていた。一歩進むごとに、空気の密度が増しているような気がした。呼吸が少し浅くなっていた。カメラを持つ手が、
じんわりと冷えていた。それでも私は、奥へ進んだ。そして、その石壁の前で立ち止まった時、私は確かに見た。それは、手の跡だった。石壁に、無数の手の跡が刻まれていた。爪で描いたような跡、指の腹で押し付けたような跡、それらが、壁一面にびっしりと重なり合っていた。中世の処刑囚たちが、ここで命を終えた。その事実は、事前に資料で読んでいた。頭では理解していた。しかし、目の前の石壁は、それを知識ではなく、感覚として叩きつけてきた。私はカメラを壁に向けたまま、しばらく動けなかった。その時だった。背後で、何かが動いた。音ではない。気配だ。空気の揺れ。とでも言えばいいのか。首の後ろの産毛が、すっと逆立つのを感じた。振り返った。誰もいなかった。壁が続いているだけだった。薄暗い石の廊下が、奥へ奥へと続いているだけだった。気のせいだ。そう思おうとした。しかし、体が言うことを聞かなかった。足が、地面に縫い付けられたように動かなかった。膝の裏が、じんわりと震えていた。もう一度、カメラの画面に目を落とした。その瞬間、私は息を飲んだ。画面の左下の隅に、何かが映っていた。薄く、霞んだように。しかし、確かにそこにあった。指だった。細長い、白い指が4本、石壁の円から、ゆっくりと這い出るように伸びていた。私はカメラを持ったまま、後ずさりした。目を離したくなかった。しかし、見続けることもできなかった。これは映像の乱れではない。光の反射でも、湿気による歪みでもない。私は、確かに見た。そしてその指は、次の瞬間、画面の外へと消えていった。どこへ消えたのか、私にはわからなかった。ただ一つだけ、わかったことがあった。それは、まだそこにいる。それが、まだそこにいる。私はその確信を抱えたまま、地下牢の中に立ち尽くしていた。足が動かなかった。声も出なかった。カメラだけが、静かに録り続けていた。IMG、地下牢の石壁、手形が浮かび上がる暗い画面。その時だった。背後から、音がした。風ではない。水が滴る音でもない。それは、声だった。低く、かすれていて、しかし確かに言葉の形をしていた。私は振り返ることができなかった。全身の毛が逆立ち、息が止まった。もう一度、聞こえた。今度は、はっきりと、私の名前だった。誰も知らないはずだった。この場所に来ることを、私はほとんど誰にも話していなかった。それでも、その声は私の名前を呼んだ。IMG、暗闇の中でカメラを構えるナレーター。石壁が背景。私はゆっくりと、振り返った。そこには、誰もいなかった。ただ、石壁があった。中世の処刑者たちが残した、無数の手形が刻まれた。あの壁が、しかし、その壁の中ほど、ちょうど人の目の高さあたりに、一対の目があった。石のくぼみが作り出した、偶然の形などではない。それは、こちらを向いていた。私を、見ていた。目が合った瞬間、頭の中に何かが流れ込んでくるような感覚があった。冷たく、重く、古い何かが、私は声を上げることもできないまま、カメラを壁に向け続けた。IMG、石壁の目のようなくぼみ、薄暗い光の中でぼんやりと浮かぶ。後で映像を確認したとき、私は気づいた。その目が合った瞬間から、画面の隅を動く指が、ピタリと止まっていた。まるで、目的を果たしたかのように、この体験は、地下室だけでは終わらなかった。それは、私の日常の中へと、静かに侵入してきた。地下室から戻った夜、私はホテルの部屋で、シャワーを浴びた。熱いお湯を、ずっと頭からかぶり続けた。それでも、あの冷たさは消えなかった。石壁に触れた瞬間の感覚が、指の先に残ったまま離れなかった。翌朝、目が覚めた時だった。枕元に置いたカメラが、勝手に起動していた。レンズが、天井を向いていた。私は触っていない。誰も、触れていないはずだった。その日から、おかしなことが続いた。部屋の鏡に、指でなぞったような跡が現れた。曇ってもいないのに、くっきりと残っていた。5本の指の形が、はっきりと、ホテルのスタッフに確認したが、清掃は済んでいると言った。前の宿泊客が残したものでもないと、私は、鏡の前に立ち尽くした。その後は、外側からではなかった。ガラスの、
内側からなぞられたような形をしていた。夜になると、聞こえてきた。廊下からではない。部屋の中から、壁の向こうから、低く、かすれた、何かを呼ぶような音が、私は耳を塞いだ。それでも、聞こえた。3日目の夜だった。撮影した映像をもう一度、最初から見返した。地下室に入った瞬間から、ゆっくりと確認した。すると、気づいた。私の影が、おかしかった。壁に映る私の影に、もう一本、腕が増えていた。私の右腕の隣に、細く、長い、別の腕が、ゆっくりと、私と同じ動きをしながら、ついてきていた。私は一人でその場所にいたはずだった。でも、映像の中の私は、ずっと一人ではなかった。あの地下室で何かが、私についてきていた。それが何なのか、その答えに、私はやがてたどり着くことになる。その存在の正体を知ったのは、偶然ではなかった。あの影を見た翌日、私は、地下室の記録を調べ始めた。アムステルダム市の古い公文書館に、その場所の記録が残っていた。15世紀、あの運河沿いの地下室は、処刑前の囚人を閉じ込めておく場所だった。壁に刻まれた手形は、処刑を待つ者たちが残したものだった。爪で石を削りながら、自分がここにいたことを証明しようとした後、その数、記録によれば、132人、全員が、同じ壁の前で最後の夜を過ごした。私が触れた、あの壁の前で、IMG、古い公文書館、色あせた処刑記録の用皮紙、ろうそくの灯り、そして、もう一つの記録が目に入った。その132人の中に、一人だけ処刑されなかった者がいた。記録にはこう書かれていた。理由不明につき、釈放。ただし、正気を失いたる状態にて発見。その人物の名前は記されていなかった。ただ一言、石壁の声を聞いたと繰り返し叫んでいた。私の背中が、冷たくなった。石壁の声。私もあの地下室で、声を聞いた。名前を呼ばれた。日本語で、私だけに聞こえる言葉で、なぜ私なのか、その答えも、記録の中にあった。その処刑場が使われた時代、記録者として唯一その場に立ち入ることを許された者がいた。記録係、つまり、見届ける者、あの存在は、ずっと待っていたのかもしれない。自分たちの最後を、記録してくれる誰かを、カメラを持って、地下へ降りてくる誰かを、私は、選ばれたのではない。ただ、条件が揃ってしまっただけだった。そして今、その存在は、私のそばを離れていなかった。次の夜、ついに、それは姿を見せた。次の夜、私はホテルの部屋で、カメラを前にして座っていた。電源は落としたままだった。それなのに、液晶画面が、一人でに点灯した。音もなく、ただ、白い光だけが、暗い部屋を照らした。私は動けなかった。息を吸うことすら、忘れていた。画面に映っていたのは、あの地下室だった。石の壁、染みついた暗闇、そして、壁に刻まれた、無数の手の跡。カメラは動いていないのに、映像はゆっくりと、壁に近づいていった。まるで、誰かが持って歩いているように、私ではない。誰かが、その時、声が、耳の奥で響くような、低くかすれた声だった。言葉ではなかった。言葉にならない。何かだった。それでも私には、わかった。見ていたのか、そう、問われている気がした。私はゆっくりと、画面を見つめた。手の跡の一つが、動いた。指が、石の中から、滲み出るように、伸びてきた。5本の指が、カメラのレンズに向かって、私は叫ぼうとした。声が出なかった。喉が、完全に閉じていた。指は、画面の端に触れた。そして、止まった。長い沈黙があった。ただ、その指だけが、画面の隅で、静止していた。私はその瞬間、理解した。この存在は、私を傷つけようとしているのではない。ただ、確かめたかっただけだ。私が、本当に見えているかどうかを、本当に、記録しているかどうかを、私は、震える手でカメラを持ち上げた。録画ボタンを、押した。それが正しい選択だったのか、今でもわからない。ただ、指は静かに、壁の中へ戻っていった。画面が、暗転した。そして翌朝、すべてが、終わっていた。翌朝、私は目を覚ました。ホテルの天井が見えた。何事もなかったかのように、光が差し込んでいた。
だが、何かが違った。部屋の空気が重かった。息を吸うたびに石の匂いがした。あの地下牢の冷たい石壁の匂いだった。カメラを確認した。電源は入った。映像は残っていた。だが、あの瞬間の録画だけがぽっかりと消えていた。指が壁へ戻っていくあの場面だけがどこにも存在しなかった。代わりに残っていたのは無音の黒い画面。3分17秒間の完全な暗転だった。私はその後、アムステルダムを離れた。予定より2日早く、荷物をまとめた。空港に向かうタクシーの中で、ふと窓を見た。運河が光を反射していた。綺麗だった。それが怖かった。帰国してから変化が始まった。夜中に目が覚めると、指先が冷たかった。右手の人差し指だけが決まって、そうだった。夢の中では、毎回あの壁が現れた。石の表面に刻まれた無数の史跡。その中の一つが、私の手と同じ形をしていた。最初は偶然だと思っていた。だが、3週間が経っても、4週間が経っても、それは変わらなかった。ある夜、撮影した映像を見返していた。地下牢に入る前の最初の数分間、何気なく再生していた。画面の端に何かが映っていた。指だった。細く、白く、石のように冷たそうな指。私のレンズを最初からずっと追っていた。あれは確かめていたのだ。ずっと前から確かめていたのだ。私はその映像を今も消せないでいる。消すべきか、残すべきか、まだわからない。ただ一つだけ、わかったことがある。見えてしまったものには責任がある。記録したものには伝える義務がある。そして次のパートで、私は全てを話す。この話の本当の終わりを、あれからどれほどの時間が経っただろう。アムステルダムに戻ってから、私は何度も夢を見る。石の壁、刻まれた無数の史跡、そしてレンズの端を這う。あの指たち、夢の中では、指はいつも動いている。こちらに向かって、ゆっくりと目が覚めると、部屋の空気が少しだけ冷たい。気のせいだと思いたい。でも、思えない。あの地下室で見たものは、私の中に今も住んでいる。映像は、まだ手元にある。消えてもいない。消えることを拒んでいるかのように、中世の処刑場に刻まれた史跡は、ただの傷ではなかった。それは、問いかけだったのかもしれない。お前は、覚えているかと、お前は、伝えるかと、私はまだ、その答えを探している。この話に、終わりはないのかもしれない。ただ確かなのは、あの感覚がまた戻ってきたとき、私はもう驚かないだろう。ただ静かに、受け止めるだけだ。